で今回の動画はじゃあ早速乗ってみましょうと。走行距離1万8000キロ台というフルノーマルコンフォート仕様のねチェイサーですからね。すげえスムーズ。ああいいなー。はい、よし君こんにちは。こんにちは。今日は3月の7日15時18分、気温は9度、あったかいね。まあまあ暖かいです。風強いけど、花粉すごいけど。花粉だけです。もう洗車した後にすぐ花粉ついちゃうもんね。花粉ついてるんですよね。そうなんですよ。やっていきましょう。はい。今日の動画は、前回の動画に引き続いた第2弾になりますね。はい。きっとヨッシー君の編集が早いので、この動画、前回の動画上げてからこの動画までは3日4日で上がるはず。はずです。僕たちにはもう一人ね、仲間がいますから、やってくれるはず。はい。ですね。やっていきましょう。今日の動画は、はい。前回に引き続いた同じチェイサーになりますよね。はい。で前回の動画では、車の紹介概要、内外装なりエンジンルームなりを見ていただきましたと。で今回の動画はじゃあ早速乗ってみましょうと。はい。でそのノーマルのこのチェイサーの乗り味どうなのっていうところが一つと、はい。あともう一つはやっぱり中古車ですから実際にこの車の個体としての程度はどうなのっていうところをその動画で判断できればいいんじゃないかなと思います。一つの物差しとしてね。はい。最終的にはやっぱりお客さんがここに来てで運転は僕になっちゃうんですけれども横乗ってもらって体感してもらうのが一番いいとは思うんだけれども、はい。結構最近さ遠方のお客さんからのご注文も多くてですね遠方多いんですよ。はい。関東のお客さんの方が全然少ない。関東から大体出るそうっていうところがあって、はい。やっぱりそういう遠方から、見にいらっしゃるお客さんもいれば YouTube 見たんで大丈夫ですって買うお客さんもいるんだけど、はい。やっぱりわざわざ見に来たのに程度が悪かったりしたらさ思ったのと違うなってなったらそれはそれで申し訳ないじゃないですか。そうですよね。だからできる限りそのインターネット上で見られる情報見ることができる情報はどんどん開示してた方がいいと思いますので、はい、今回はそういう動画を撮っていきましょうという感じです。 OK ですね。はい、はい、じゃあまずはというか内容をもう一回お話しすると1997年式ですね。はい、前期型のチェイサーツアラー V、シフトはオートマチック、走行距離1万8000キロ台という奇跡のお車ですが、程度がいいのはもうこのエンジンルーム内見れば分かるでしょうという感じです。このサビの少なさ、ホース類の綺麗さっていうのがあります。で、前回の動画でもお話ししましたけれども、とはいえですね 1J カムカバーからオイル漏れ出たりとかします。あとはバッテリーこれまだバッテリーの状態は良好なんですけれども、はい、そもそも容量がちょっとちっちゃすぎるので、はい、うちだと大体これ 100D とか入れちゃうんで、そうなんだよこれねちっちゃい安いやつでとりあえず置いてあるみたいな、はい、そんな感じのバッテリーですから、これは変えましょうねっていう話なんですけれども、そんな感じで試乗していきましょう。はい、OK ですか。はい、であとは最後にですねこのお客様その前回の車検かな、はい、あれ前々回の車検だったかなの時にやってる整備結構がっちり整備やってあるんで、はい、でそこの整備工場さんのホームページとか見てもらうとこの車乗ってるんですよ。あ、そうですね、っていう話とか、はい、あとはこれ買い取りいただいたじゃないですか。はい、他社さんの評価と他社ね、はい、他社の評価とうちの評価の違いとかっていうところもちょっとお伝えできればと思うので OK ですか。はい、そんなのを最後に挟めてやっていけたらいいんじゃないかなと思います。じゃあ第2弾やっていきましょう。本日もよろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあよし君早速試乗していきましょう。お願いします。そのスカフプレートにまでビニールまだ貼ってあるんですよ。乗っていいもんか。乗っていいものか。乗ってそこまででもないです。はい、じゃあよし君いきますよ。はい。そうでねお客さんからのやり取りのメールをさそう見てたんだよ。はい、8年前ぐらいだって買われたのが。はい、でねそうめっちゃ丁寧に扱っていて手袋をして運転して屋根付きの車庫で保管して、さっきねビニールのそのスカーフプレートとか残ってたりとかさ、はい、そういうのもあったりとかかなり大事に乗られていたという感じですね。で前回の車検が2023年3月だからそうかだから来月車検だ。もう車検切れるんだね。車検は切れる、うん、はい、っていう感じでございます。では行きましょう。はい、いつもねボン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 すごい音のする 1J の試乗とめちゃめちゃ低い車高とガタガタした乗り心地でやっている中フルノーマルコンフォート仕様のねチェイサーですからね
18,416キロですね。なかなかないよ。8年間で全然乗ってないですよね。そうだね。だからお客さんが買ってからも全然乗ってなくて、でしかも俺もね、その車庫の方には実は行かなかったんですけれども、はい、止めてある車庫と実際に住んでるところが同じその三重県なんだけれどもさ、まあ、三重県もやっぱり縦に広くてさ、はい、何キロぐらい50キロぐらいあったのかなっていうのがあって、なかなかそんなにちょっとエンジンかけてさパッと乗り出すっていうことが、まあ、あんまりね簡単にできない環境だったらしくて、はい、まあなんでほとんど、買ってから置いといて、はい、でたまにちょっと乗ってっていう感じで、どっちかというとやっぱコレクターとして保管してたっていう方が多分正解なんじゃないかな。でただやっぱりメンテナンスはやらなきゃいけないからっていうことで、はい、まあその前回の車検2年前だよねに、その三重県から滋賀県まで、はい、何キロぐらいあるんだろうね、100キロぐらいあるのかなっていうところまでまあ整備行って、はい、でそこで結構重整備やって、まあ、重整備って言っても、まあ、オイルエレメントワイパーとかもそうだし ATF とかさブレーキオイルとかそこら辺の油種類かをガーッと全部変えたらしいんだけれどもね、はい、っていう感じで、保管されてたという感じでございました。すげえスムーズ。ミッションの切り替わりもシフトショックも全然ないしね、はい、音も静かですね。乗り心地もいいですね。これはもう新車の感覚に近いってことですか？新車の感覚に近いね。そうだね。お、あそこにもチェイサーがいる。後ろにチェイサーがいる。チェイサーあっちはボンボンうるさいんじゃないかこっちは静かだけどいじってないチェイサー乗ってる人は少ない方が少ないね。そうだね。逆にノーマル目立ちそうですね。逆にね、はい、そうだよね。ただやっぱり、はい、まあ距離が少ないのはいいよ。少ないのはいいんですけれども、はい、とはいえやっぱりそのずっと動いてなかった車っていうのは、はい、実はそれなりにリスクを抱えてたりとかもするんですよね。これ多分車詳しい人とかだとよくわかると思うんですけれども、はい、やっぱそれなりにその動かしてなくても多少エンジンかけてあげたりとか、はい、燃料を回してあげたりとかオイル回してあげたりとかしないと、はい、人間の血液と同じでさ、まあ、カラッカラのサビサビになっちゃいますので、はい、だそうすると距離が少なくても、程度が悪い車になっちゃうという感じですよね。お、今のチェイサーもでも多摩34ナンバーだ。あの人もワンオーナーじゃないですか。すごいねいるんですね。いるんですね。そうなんですよね。だからあとはやっぱり中古車でも、まあ、新車の時に鳴らし運転っていうのがありますけれども、はい、中古車でも、まあ、鳴らし運転っていう表現が正解かどうかはわからないですけれども、はい、まあ、いきなり買ったからドンってアクセルを開けるとかっていうのはやっぱちょっと控えた方がいい、準備運動は必要かなとは思いますよね。はい、なんで、まあ、本当はいつもはここのさまっすぐをちょっと飛ばしたいんですけれども、はい、そんなに飛ばさず回転数も2000から3000ぐらいまでにしときますけども、はい、快適だね。いいですね。あとはね、まあ、さっきも言ったけれども、まあ、走行距離が少ないのを狙ってもちろん買われる方っていると思うんですよね。はい、一つの大きな物差しになるわけじゃん、中古車ってさ、はい、中古車の中で。だけれども、じゃあその車って稼働してましたつい最近みたいなところも結構重要で、だからこの車のいいところっていうのはお客さんが8年前ぐらいにそれこそ低走行な車を買ったわけですよね。はい、でそれをちょっとずつ乗りながらちょっとずつメンテナンスしながら乗ってましたと、はい、まあ多分乗ってる距離はそんなでもないと思うけどさ、でかつ2年前ぐらいに車検整備でしっかりまたやって、はい、でそこからまたちょっと乗ってましたとっていうところありますよね。はい、だから完全なこの放置車両ではなくてちゃんとメンテナンスがされて保管されてきてにもかかわらずまだ18,500キロっていうのはとても優秀なことだと思うんですよね。これが逆に言うと走行距離18,000キロなんだけれども車検切れて15年経ってますとかさ、はい、ってなるといくら距離少なくてもいやちょっと怖いなって感じなんですよ、僕の感覚からすると。走ってなくても放置され
ってるような車はいろんな、まあそれはそれでリスクがあるって感じだよね。例えば燃料、腐っちゃった燃料の状態なわけじゃん、はい、1年に1回は変えないとさ絶対ダメなんだからさ、その中に入ってるガソリンタンクのガソリン大丈夫ですかで、それをちゃんと抜かないでとりあえずエンジンかかるのかなとかって回しちゃった日には結構アウトで、燃料のホースが詰まっちゃったりとかさっていうのになったりするわけですよね。でエンジンの中には水とオイルが回ってますけれども、じゃあその水もさオイルもさ何年も前のものだったりとかすればオイルは酸化するしね、じゃあ水がなくなれば錆びるし、じゃあそれをエンジンかけて水とオイルが回ったところでどっか詰まっちゃったりとかっていう可能性もなきにしもあらずだよね。っていう、まあ、やっぱり低走行車は低走行車なりのリスクっていうのがあるので、この車は、まあ、そういうリスクがある一定レベルまでは排除されてますから、そういった意味では安心なんじゃないかなと思いますね。なんかちょっと市場の動画なのに喋ってばっかりになっちゃってますけど最後ちょっと飛ばして戻りますかね。飛ばしてもいい。いいなあ、いいなあ。やっぱ飛ばしてもいいんだよね。飛ばしてもったってそんな回してないけど、オートマもいいね。普通に乗るならこれ超楽だな。はい、よしき君お疲れ様でございます。お疲れ様です。戻ってきましたね。どうですか。18000キロ台のチェイサーの走り。そうですね。いじってる車ほど激しさとかないですけど、でも新車のチェイサーの感じに近いんだろうなっていう。そうだね。そうだね。おっしゃる通りで、その各所変な異音とか振動とかさ、やっぱタービンの音一つとっても足回りの動き一つとってもやっぱり下手ってないってこういうことなんだみたいな。そうですね。っていうのをこう感じる一台だったんじゃないかなと思います。そうだからやっぱこれが当時の新車のクオリティだったのかなっていうのをこうなんか思わせるようなね、そんな車だったんじゃないかなと思いますと。で前回の整備のやつですね、車検の時の結構やった整備っていうのは実はね、俺も査定の時に検索かけたら、普通にグーピットってあるじゃん、グーで整備するやつ、あれにさこの車乗ってるんですよ。でそれで下回りとかね結構ちゃんと映ってて、チェイサー JZX100 17000キロ車検整備とかってやると多分出てくると思うんですけどね、この車のその前回車検やった時の整備状況、で下回りなんかも結構バッチリ映ってて、その写真見ただけでうわめちゃめちゃ綺麗でこれは高く買い取れると思ったんですよ。ここまで OK ですか。でその上でですよ、一番初めに言いましたよね、そのやっぱお客さんうちだけじゃなくてさ他にも査定出してるんですよ。それはね半年前ぐらいに某やっぱこういうここら辺の年代を専門で買い取ってますっていう車屋さん、うちもよく、バッティングっていうんですかね、比較される会社さんがあるんですけれども、そこで半年前ぐらいに査定した時は、値段言っちゃうと150万って言われたんですよ。150万めっちゃ安いでしょ。ちょっと安すぎじゃないですか。でっつって150万なのみたいな、1万8000キロ台のこのクオリティなのにみたいなところで1年前だけな半年前だけな売るのをやめて、でやっぱりそのまましばらく持ってたのよ。でそんな中で、YouTube とかうちのを見てもらってて、で物は試しに聞いてみようかっていうところで聞いてもらったと。でうちは別に他社の金額とかはそんなに気にしないでさ、うちはうちの相場でこれっていうのを出して、でそれであんまりなんだろうな負けるというか他よりも著しく安いってことはあんまりないんだけれども、逆に言うと他を比較対象しないでうちはうちの値段でこれですって投げる時が多いので、結構他よりも高くなることがあるんですよね。買取屋さんとしては、一番営業が下手なパターンなんだけどねそうなんで結論から言うと、その半年前1年前に出した150万円の査定価格よりもうちは100万円以上高く買い取ってます。全然上で買ってますから。でもそれはそれでいいのよ。だってこの車それぐらい価値があるって俺が思ったから、で実際に市場価値としてもそれぐらいはあると思ってます。でお客さんもやっぱり最低限それぐらいはこの車の価値はあると思ってたんですよね。だからやっぱそこは3つ合致してやっぱこれぐらいの値段ですよねっていうところで売ってもらったと。一応そんな感じでございます。 OK ですか。はい、よし君風きつそうだね風めっちゃ強いんです。はい、じゃあそんな感じで今日紹介させてもらったのは第2弾ですね、の動画がこちらのチェイサーになりました。極力ホームページ上げるのは遅らせますが、売れちゃったらごめんなさいという感じでございます。インスタに
ここ最近の買い取り車はポコポコインスタグラムに上げてますけれども、はい、やっぱりどんどん問い合わせいただいてますので、お問い合わせの方は早めにいただけると思います。 OK ですね。はい、はい、じゃあそんな感じで本日ご視聴ありがとうございました。また引き続きよろしくお願いします。よし、おまけです。おまけ、はい、もう回ってますか？回ってます。じゃあ軽くちょっと新入庫紹介でもしちゃうと、お問い合わせ来てもちょっと今対応できないからな。それやっちゃっていいですチェイサー、ツアラーグランドパッケージとかね、これもツアラー V 入ってますからね。はい、はい、マニュアルとかね、はい、はい、こっち来てください、こっち来てください。あ、これはもうシルビアとインプレッサーはソールドアウトですね。あ、インプレッサーはイタリアに行きますから。イタリア、はい、そうですね。このマーク2もね、インスタグラム上げたら、すごいお問い合わせをちょっといただいてて、はい、まだちょっと売れないんですけどね。マーク X は前回出したやつだね。やりましたね。さあ、はい、クラウンはもうちょっと売れちゃったんですよね。RX8 とかありますね。RX7 もありますね。RX7、はい、はい、とかもあるし、奥には、110系と ER34 がありますね。はい、っていう感じで、ちょっと前まで車がなくて、やべえどうしようみたいな、車買わなきゃって思ってたじゃないですか。言ってましたよね。本気を出すとこうなりますわずか1ヶ月でこの状態で、はい、でさらにオークション会場に今何台出てるんだろう、10台ぐらいはもう持ってっちゃってるんだよね。でさらに、オークションから入ってくるのが、前回買ったので3台入ってくるのか、はい、あ、じゃあ4台かっていうところがあって、あっという間に車がいっぱいになりましたという感じなんで、お買い求めの方はぜひって感じですか。問い合わせ来ちゃいますけどそうなんだよ、問い合わせ来てもちょっとな、忙しいんだよな可能な限り頑張ります、はい、忙しいは言い訳ですから、はい、なんとかします。なんとかしよう。わかりました。はい、以上おまけでした。はい、このお車また買い取りで入りました。ヨッシー君、なんかどっかで見たことないですか、この車。年式が2017年式 S660 ですね。こんな感じですよね。前回買い逃してしまった方、チャンスです。